はい、皆さんこんにちは。柴崎です。皆さんお元気ですか？柴崎もとても元気です。この前ね、ライブ配信やりましたね。あの時はたくさんの人が集まってくれて本当にありがとう。柴崎もとても楽しかったです。皆さんも楽しんでもらえたかな？ただね、ちょっと申し訳なかったのは、柴崎の生活時間に合わせてね、ライブ配信やったために、ちょうど例えばアメリカの方たちなんかはね、夜中の12時頃だったでしょ。あんな遅い時間ね、わざわざ起きててくれて本当にありがとう。今度はね、ライブ配信やるときにもう少し時間を早めにして、遠くの方たちもまだ起きていられる、そういう時間にもう行ってみたいかなと、思ってます。でね、今日はまたここで、こうやって柴崎お顔を出したのはね、その一つはあれですよ。あれ覚えてますか？そう、柴崎がライブ配信の時に描いた絵のね、プレゼントの当選者の発表があるんですね。さて、あなたかな？で、この発表もう早速したいんですけどね、でもちょっとその前に、柴崎ね、皆さんたちのから寄せてくれたねコメント、もうたくさんコメントくれましたね。改めてありがとう。で、あれ当選者を決めるのにね、コメント、全部見たんですよ。なぜかというと、ライブ配信の最中はね、柴崎絵も描かなきゃいけなかったからね、もうどんどんこうコメントが流れていくんで、とても、全部こう理解できなかったんですね。そこで改めて皆さんの読ませてもらいました。そうしたところ、もう皆さんの温かいね、応援のコメントとか、それから質問のコメントとか、いろいろありました。今日は、このね、当選者の発表と同時に、そのライブ配信の時に寄せていただいたコメントの中から、いくつかね、時間に許す限り、柴崎がお答えできたらいいかなと思ってます。ね。では早速、画面を切り替えて、そのね、ライブ配信の皆さんのコメントに対するお答えをまずしてみたいと思います。はい。これだよね。もうね、私この、ライブ配信っていつ始まるか自分でよく分かってないんだよね。だからちょっとうろうろしてるんだけども、でももうその時すでに皆さんもうコメントをもうたくさん寄せてくれていたんですよね。首を長く待ってましたとか、もう挨拶とかね、楽しみとか、そろそろとか書いて、始まった始まった。ね、これは柴崎がキョロキョロしてるでしょ。なんだって慣れないね、柴崎のこの YouTube のね、こう配信でしたから。万歳万歳っても書いてくれるし。ね、こうやって始まりましたね。ね、今こうやって改めて画面を見回してみても、柴崎もちょっとね、なんかうろうろしていて、あれなんですけどね、実はね、うろうろ話のことを、ね、裏話を言うと、東京でやるのを急遽柴崎のアトリエでやったんですけどね、その時のこの機材のね配置が大変だったんですよ。でもういろいろ工夫したんですけども、急遽ね問題が起きまして、それがねマイクだったんです。取り寄せたらね、不良品かなんか知らないんだけど、うまく音がつながらなくてね、本当にびっくりしました。そこで慌てて今度は違うメーカーにね別のマイクを注文したんですよ。それがライブ配信のね前の日の夜の9時頃うちに届きました。もうギリギリだったんですね。それのギリギリがね、今こうやって画面見ると柴崎のねちょっとこ
落ち着きのない態度に現れてるんですね。だから結構、ドキドキもんだったんですけどね、今思えば、なんか面白い話になってます。はい、そんなね、本当にもう今思い出してもね、面白いこといっぱいあるんですけどね、通訳さんもね初めてお会いしまして、ね、僕のところので、タクシーでね40分ぐらいかかるんですね。わざわざ東京からね置いてくださったんですけども、とても素晴らしい方でしたね。でとにかく当日もギリギリまで、設定したりね、通訳さんと打ち合わせたりしていたんですね。でだからうまくできるかなって心配だったけども、僕の顔が見えますかって問いかけたら、皆さんがねコメントでもちろん大丈夫です、ちゃんと見えてますよっていただきました。その時はもう本当にほっとしましたね。皆さんたちに見ていただくライブ配信ね、テーマを何にしようかなって、これもねちょっといろいろ考えたのね。だけどもやっぱり柴崎が一番ねここで伝えたかったのは、やっぱり水彩の楽しさだよね。それから水彩ならではの面白さっていうか可能性、これをねまず一番何よりも皆さんにお伝えしたかったんですよ。だからこうなんか大きなものを描く、そのためにはこれはやっぱり大きいといえばね、空と海は広いな大きいなって日本に歌あるんだけどね、これは絶対に海は空だなと思ってこれ決めたんですよ。これでね、皆さんもよかったかな。ミスハニーバグさんねですね。質問の内容は何かこう想像力で書くと本物っぽく見えないことがあるというような質問かな。そうですね。こう絵を描くときね、いつもね現場でこう描けば、それもいいかもわかんないんだけども、でも風景画だと余計にそんなことできないことが多いんだよね。例えばものすごい人混みだったりね、僕もよくあるんですよ。東京で絵描くとね、そこ通行の邪魔だからそこやめてくださいとかね言われるんですよ。それから海の方に行くともうよく晴れてるのに風が強かったりね、もちろん急に雨が降ってきたりいろいろあるでしょ。だからそういう時はいろんなもうでも頭の中のイメージはどこまで膨らむからね、だから何を使って描いてもいいし、いつも現場で描かなくてもいい。ただそういう写真なんかの資料を使って描くときは気をつけなきゃいけないのはね、写真ってのはいつも目の前にちゃんとあるでしょ。現場に行ったら急に雨が降ってきたりね、なんかあって慌てて絵描かなきゃいけないことあるけど、写真でお部屋で描くともうゆっくり描けるからね、写真をそっくり描いてしまったりするんだよね。そうすると結構自分の気持ちがその絵の中に入らない、ただもう写真をそっくり写すみたいなことになっちゃってね。そうするとその絵の中に気持ちが入ってないからね、やっぱりそういう絵っていうのはなんていうんかな、こうあんまり生きてないっていうかね、生命がこもってないっていうか、コメントそうね、大好きですとかとても自然だとかね、この空を乗った段階でたくさん幻想的だってコメントも来てるな。なんか動的な雲があるように見えるとか、そういうコメントもありますね。これはだから僕が塗らないからこういうふうに見えるんだね。もう純色を水に混ぜたからこうなるんだよ。もう試してみようね。はい、縛られないでいいのかとかね、いつも選ばれるが驚きです。イメージ力を鍛える方法がありますかとかあるね。これはもうそうだな。でも皆さんも何でもそうでしょ。こう本読んでいたらなんかこう頭の中に風景浮かんだり何でもしますよね。だからそういうきっかけを自分に持つということが大事だね。詩を読んでみるとか、あるいは外の風景を見てもこの風景の中で自分の心を広げてみる。ね、なんかいつもそうやってただ観察するんじゃなくて、いつも自分がその中に入り込んでみる。これがイメージだね。
いつか水彩を使いましたか。柴崎水彩長いですね。最初は油絵をだけ描いていたんだけどね、水彩長いです。もうどのくらいかな、20年30年。油絵とは全然違うんですけど、もう全然違います。もう油とは水彩は全然違いますね。描く方法、手順も違いますし、ね、もうご存知の方も多いと思います。はい。コーヒーを飲んでるって言ってくれてるね。柴崎はコーヒー飲んでる時、あなたを飲んでくれたのかな。ね、そうやって一緒に楽しめることも柴崎嬉しいな。はい。そうだな、コメントもう続々とありますね。最初からどんな仕上がりになるかイメージして書き始めるんですかってありますね。もちろんそうです。はい。ね、例えば何て言ったらいいかな、こう絵を描くっていうのはサハラ砂漠のね入り口に立ってそこから旅を始めるようなもんですよね。だから右行っていいのか左行っていいのか全然地図がなかったらおかしいことになっちゃいますよね。と同じようにやっぱり絵描くにはイメージがありますね。でもそのイメージは何から持ってくるかはいろいろだと思います。その形だったりね、色だったりね、もうそんな、だからあなたが頭に浮かんだものをそれをぐーっとこう広げてねやってみてくださいね。はい。それからあとそうですね、暗い絵の具の作り方分かった？こういう、これはそうだね。もうとにかく暗い絵の具を作ろうと思ったら暗い色を選ぶしかないんだよ。ね。もうどんなに濃く溶いたってベトベトになるだけで不透明になるだけです。暗い絵の具を選んでそれを使うんですね。はい。1分。わあ、すごいね。メキシコからこんにちはってこんなコメントも来てますね。それからここは今2時20分午前。私は寝ている必要がありますか。本当に直接見るのが好きですって。ありがとうね。こんなにね遅い時間、寝る時間もね削って私のを見てくれたんですね。ありがとう。そうだな。海を描くのが苦手です。待って、その前に何かあったんだな。鳩を描くのね。これはもう紙の白を残さなきゃいけないから、こここそ計算が必要だよね。それから海を描くの苦手って人ね、多いと思います。特に海ってだってほらしょっちゅうこう動いてるでしょ。だからね、これやっぱり上手くなる方法はまず海ってよく海を観察すること、それからやっぱり写真見て描くといいね。写真だったらほら波もね止まってますからね。だから波はどうなるかね、海はどうなるかっていうそういう研究もしましょうね。はい。わあ、もうね終わりに近づいたら皆さん本当によかったよかったってコメントをたくさんいただいてますね。もう魔法みたいっていうことをもまたいただきました。本当ね、光のマジック空が美しいとかすごく勉強になったとかね言ってくれてもう嬉しいです。改めて今こうやってね皆さんのコメントを読み返してみて、もう柴崎もライブ配信やってよかったなって、また幸せになりました。ありがとうね。はい。ということで、今日ね、ライブ配信のね翻訳機能を使って皆さんたちのコメントを改めて見させてもらいました。もうとても楽しい思い出が蘇ってきました。皆さんもね一緒に楽しんでもらえたかなと思います。さていよいよ、今日ね大切なことですね。この、ライブ配信で書いた作品ですね。額装しました。少しどう立派に見えるかな。このね当選者の発表をしたいと思います。さてあなたかもわかりませんよ。では発表です。今日はねその方お名前難しいのでね、お名前書いてきました。
お名前はシャマ・ラーマさんです。シャマ・ラーマさん、おめでとうね。あなたのところにね、ちゃんとこれね、梱包してお送りしますね。何か今回のライブ配信の記念に、どっかお家のどこかに飾ってくれると嬉しいと思います。ということで今回ね、長く時間皆さんお付き合いくださって本当にありがとうございました。ではまた、次回ね、水彩画の授業でお会いしましょう。それではまた。